どうも、弁天クルーの大河です。というわけで、初めてですね、キースの方で入店抽選が当たりまして、ゲットしてまいりました。ナイキさんのダンクハイスペシャルですね。ブラックとバーシティメイズ。通称というか、いわゆるアイオワ大学のカラーでございます。はい。キースの抽選、ほんと初めて当たりました。めちゃくちゃ嬉しかったですね。オープン前からかな。ずっと、気になるスニーカーとかがあれば、抽選受けてたんですけど、全然当たらなくて、ここ最近抽選もね、スニーカーのサイズで選ぶような形になってるんですけど、はい。今回ちょっと初当選ということで、受け取ってまいりました。発売はね、12月9日、昨日ですね、発売で、オープンと同時に受け取ってまいりましたけども、動画が1日遅れて、今日が12月10日撮影して、アップもしてるんですけど、はい、1日遅れてしまいました。いつもの僕なら、発売日当日にね、ゲットして、動画に仕上げて、アップしたいなっていうところなんですけど、ちょっと理由がありまして、これを受け取ってから、渋谷駅のなんてことない段差で盛大にこけましてですね、はい、腰を今日出しました。片手にこの子を、キースの袋で持ってたんですけど、それをかばおうと必死で、盛大にこけちゃいました。で、その結果、家帰ってからなんですけど、ぎっくり腰にまたなりましてですね、今年もう2回なってますね。はい。ちょっと今回だから、あんまり詳しいお話ができないですと、プラスアルファ、いつもの履いてみたっていうのがね、ちょっとできないんですよね。履くことがちょっと今、正直座ってるのも結構辛いんで、コルセット巻いて、はい、なんとか撮影してますけども、プラス鼻炎もね、ちょっとひどい、満身創痍な状況でございますが、今回はかなりざっくりちょっとご説明できたらなと思います。まだスニーカーズで買えた人とか多分まだ届いてないと思うんですけど、あらかたこういうスニーカーだよとか、あと二次流通でもちょっと欲しいなっていう気になるなっていう方いらっしゃいましたら、僕がお伝えできる範囲でちょっとお話ししていこうかなと思います。詳しく喋ってるのは、ダンクのミシガンの時にね、結構自分なりに詳しく話してると思うんで、ぜひよかったらそっちの方を見てからこっちも見ていただければなと思います。じゃあお話なんですけど、どうしようかな。いわゆるカレッジダンクというやつでございます。カレッジダンクのお話も、ミシガンの時に詳しく話してるんで、そっち見てもらったらいいかなと思うんですが、はい、今回はですね、アイオワ大学のホークアイズのカラーリングということで、アイオワ大学、厳密に言うと黒と金が、カレッジカラーということなんですが、金の代わりに黄色をね、対応してますので、ナイキさんからも、1985年に発売されたスニーカーですね。その後99年に復刻を遂げるんですが、はい。その後ですね、続々といろんなモデルでしっかりとした復刻ではないんですよね。実はミッドソールが黒であったりとか、あと2005年とかかな、2005年から6年にはね、全部アッパーがスウェードになって登場したり、ちょっとヴィンテージ加工みたいなのがされてね、登場したりとか、あと直近だと2015か16にはね、ローカットの多分 SB だったと思うんですよね。ちょっとその辺が記憶が曖昧なんですけど、僕は当時近所の紫スポーツさんに多分あったんで、SB だと思うんですけど、ローカットの、それも確かスウェードのモデルが発売されました。で、僕たちの動画、何回も見てもらってる方だとご存知だと思うんですけど、カレッジダンクの中では、本当にこのアイオワのカラーリングがすっごい好きなんですよ。一番好きですね、黒と黄色。何度か欲しいなと思ってたんですけど、そういう、しっかりした復刻じゃなかったんですよね。スウェードとかローカットであったりとか。なので、ローカットのその2015年から16年、出てたやつは、ちょっとスルーさせてもらったんですけど、今回しっかりと、いわゆる、スムースなタンブルレザーっていうやつで復刻と、ミッドソールも白でね、しっかり復刻されてまして、これは完全に、
ちょっと細かなディティールは違えど、その85年に出た時と99年に出た時の、しっかりとした系譜は踏んでるんじゃないかなと思うんで、めちゃくちゃ欲しかったんですよね。ミシガン出た時もね、ゲットできたんですけど、その時にもうアイワのこのカラーリングが出るっていうリーク出てたんで、もう必ず欲しいと思ってたんで、ちょっと今回なんとかゲットできてよかったかなというような感じでございます。ちょっともっといろんな話したいんですけど、結構腰がかなり悲鳴を上げてきてるんで、ちょっと早速ディティール行ってみましょう。はい、というわけでディティールですね。アウトソール、いつも通りの、ダンクのアウトソールとなってます。今回はカラーリングがバーシティメイズということで、綺麗な黄色が使われております。で、続いてミッドソールですね。ミッドソールはパキッとしたイエローですね。この辺はミシガンと変わんないですね。ダンクの特徴的なスリットが入ってますね。はい。で、アッパーがすべて、天然のレザーということで、スムースな、タンブルレザーですね。シワはそこまで今回はないかなっていうような感じです。本当スムースな質感となっております。黒と黄色で構成されてるんですけど、ブラックとオーバーレイですね、のところ、こういうスタビライザーとかがですね、バーシティメイズということでイエローが使われております。トーボックスはブラックですね。はい、ベンチレーション綺麗に開いてます。で、こんな感じですね。スッシュもイエローですね。ヒール周りはこんな感じとなってます。この辺綺麗ですね。はい、黒タグついてますね。よいしょ。こんな感じとなってます。で、シューレース、デフォルトで、イエローが入ってるんですけど、よいしょ。片足の方にね、シューレース、黒と白をついております。僕は黒に変えたいかなと思います。履く前にちょっと黒に変えようかなと思っております。で、タンの話なんですけど、前にピュアプラチナムかホワイトとグレーのタンクレビューした時に、ちょっとタン短くなってね、みたいな話をね、したと思うんですけど、今回そこそこまずまずかなと思います。でも、やっぱり昔もうちょっとタン出てたと思うんで、やっぱりちょっと短くなってるかなという印象ですね。シューターに関してはね、ちょっとパキパキとした、多分コットンナイロンだと思うんですけど、ナイロン強めな感じですね。コットンナイロンですね。はい。で、タントップの方ですね。ロゴが入ってます。ラベルが黒で縫い付けられてて、ナイキとスーシュのロゴマークがイエローの刺繍というか、刺繍ですね。はい、入っております。綺麗に入ってますね。このあたりですね。で、一応いわゆるナイキクオリティっていうやつなんですけど、今回も、結構、あんまり状態は良くないかなと思います。割と糊のはみ出しであったりとか、シームの飛び出しっていうのは結構あるんですよね。キースのスタッフさんと両足一緒に確認をしました。で、最初に言われたのが、まず、僕今回26センチを購入したんですけど、両足とも26センチで間違いないですかっていうのを確認されました。で、どういうことですかって聞いたら、前回ね、一緒に確認してた時に、左足だけ26センチ、右足だけ27センチ、みたいなちょっとテレコになってた現象が起きてたそうです。ちょっとそれはさすがにひどいなっていう話をね、スタッフさんとも話してました。で、糊のはみ出し、割とあるんですけど、今回のはまずまずの個体かなと思うんで、そのまま変更はせず、出されたものを購入してきました。で、二次流通とかで手に入れられる方結構不安だとは思うんですが、僕の場合はがっつり履いちゃうんで、そんなに気にしないんで、あれなんですが、気にされる方は結構ちょっと要注意かなとも思います。以上、今回は、ダンクハイスペシャルのブラックバーシティメイズの通称アイオワ大学カラーのレビューでございました。すいません。本当にね、ちょっと腰の状況が悪くて、芳しくなくて、しっかりとしたレビュー全然できてないんで、本当申し訳ないんですが、最後まで見ていただきましてありがとうございます。黒成分割とそんなにないかなっていう、黄色成分の方が強めなんで、合わせづらいかなって思われると思うんですけど、僕としては割と
悲願だった一足だったんで、手に入れて本当大満足です。で、シューレースはね、ブラックに変えようと思ってるんで、そうすると黄色成分弱まると思うんで、割とどんな洋服にも合うんじゃないかなと思ってます。最近お出かけするときは結構オールブラックな服装を好んでるんで、その時に、黄色ちょっと差し色でいいんじゃないかなと思うんで、腰の状況が良くなれば、がっつり履いていきたいなと思います。12月もう年末ですけど、もうレビューしないかなと思ってたんですけど、思わず一足購入することができて本当に良かったですね。あとね、実はもう一足、またダンクなんですけど、ちょっと手に入ってるとか、もう家に届いちゃってるやつがあるんで、それもレビュー近々したいなと思いますんで、ぜひよかったらそちらの方も楽しみにしていただければなと思います。またラジオの方もよかったらお聞きいただければなと思います。また週末にライブ配信をやる予定なんで、その時にでもダンクの話は詳しくできればいいなと思いますんで、ぜひよかったら生配信の方もよろしくお願いします。というわけで、以上となっております。ごめんなさい、駆け足で。また次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。